まだ起きてるなら、ちょい気になる話あるじゃん。最初は石油の備えが動く話なのだ。じゃあ、さっさと本題に入るわよ。石油の国家備蓄が鹿児島の志布志国家石油備蓄基地でも追加放出されたのだ。志布志まで動くので、国が貯めておいた分をまた出しているってことかしら？学校で予備の文房具を少しずつ配るみたいな感じじゃん。いざって時のための動きだよね。今年3月下旬から30日分を放出していて、今月はさらにおよそ20日分を足すのだ。これでガソリン周りはどこまで落ち着くのかしら？全国10カ所の基地にある原油580万キロリットルを石油元売り大手4社におよそ5400億円で売るんだって。元売りは石油を市場に回す大きな会社のことなのだ。そこで精製してガソリンなどにするのだ。580万キロリットルって数字だけで頭がふわっとするわね。こういう在庫の動かし方で日常の値動きが少し落ち着くなら助かるじゃん。それに加えて太陽石油がサハリン2から原油を調達するのだ。サハリン2ってロシア極東の石油天然ガス開発プロジェクトのことよね。イランへの軍事作戦が始まって以降では初めてで、3日夜にも今治に着く見込みなのだ。中東だけに頼らず別ルートも使うってことか。みんなも燃料の行き先ちょっと気になるじゃん。経済制裁の対象外とはいえ、供給の組み換えがじわじわ進んでるのが見えてくるわね。この先は備蓄と代替調達の両方でどこまで安定させられるかが大事なのだ。次はアメリカの軍と AI の話なのだ。国防総省が機密情報のネットワークで最先端 AI を使う合意を結んだのだ。機密情報に AI ってかなり強気ね。どこと組んだの？オープン AI とか Google とか超大手の名前が並ぶやつじゃん。合意したのは8社で、スペース X、オープン AI、Google、NVIDIA、リフレクション、マイクロソフト、AWS、オラクルなのだ。顔ぶれが派手すぎるわ。加速、アクセラレーションって感じね。メタン先輩、急にそれっぽく言うじゃん。うるさいわね。少し雰囲気を借りただけよ。目的はデータの統合、状況の把握、意思決定を早くすることなのだ。判断を早くするって宿題が数ヶ月分から数日に縮むみたいな話だよね。国防総省ではもう130万人以上が公式の AI を使っているのね。しかも数ヶ月分の作業を数日に短縮しているとしているのだ。便利そうだけど頼り切りになるのはちょっと怖いじゃん。そこは国防総省も気にしていて、特定の AI だけに依存しないと言っているわ。だからあらゆる脅威に対応できる手段を作るつもりなのだ。でも戦う側の道具がどんどん頭脳寄りになる感じ。時代変わったよね。アンソロピックが用途を絞っていて、今回は合意に入っていないのも分かれ道っぽいわね。みんななら AI にどこまで任せるのか気になるじゃん。 AI が早くても最後に判断する重さは消えないのだ。最後は茨城の海の話なのだ。潮干狩り中に水難が相次いのだ。それは心配ね。2日午前10時まで波浪注意報も出ていたんでしょう。波浪注意向くって海が荒れやすいから近づき方に気をつけてって合図だよね。海に行く人は先に見る癖をつけたいじゃん。東海村の久慈川の河口付近で20代から30代の男性4人のうち3人が海に流されたのだ。1人は自力で岸に上がれたけれど、残り2人の捜索が続いたのね。潮干狩りってのんびりしてるイメージなのに、一気に状況が変わるのが怖いじゃん。およそ3時間半後に26歳の男性が見つかって救助されたのだ。病院には運ばれたけれど、詳しい容体はまだわからないのね。1人はまだ見つかっていなくて、3日朝から捜索を再開する方針なのだ。大洗町の海岸でも1日夜から笠間市の50代の男性の行方が分かっていないよね。同じ日に別の海岸でも起きているから、偶然じゃ済ませられないわ。潮が引いていても海の変化は想像以上に早いのだ。みんななら海に行く前に何を先に見る？海辺に行くなら予報と注意報はちゃんと見ておきなさいよ。楽しい時間ほど
き返すタイミングを先に決めるのが大事なのだ。ここで一つ茨城の豆知識なのだ。茨城県は関東の北東側にあって、東は太平洋に面しているのだ。へえ、海のニュースと地理がつながるのね。人口は2026年4月1日時点で約277万8975人。全国11位なのだ。面積は 6097.56 平方キロメートルで全国24位なのだ。人数も面積も結構どっしりしてるじゃん。それでも県庁所在地の水戸市の人口は県全体の1割ほどしかないのだ。だからひときわ強い中心都市があるタイプではないのだ。へえ、県のまとまり方にも個性があるのね。市町村は44で、市が32、町が10、村が2なのだ。数字で見るといろんな顔があるのがわかるのだ。数字で見ると茨城って思ったより広がりがあるんだね。今日は備えと技術と安全確認がそれぞれ大事だったのだ。気になったところはコメントで教えるね。概要欄にリンクもあるから見返したいならそちらを使いなさい。また次回なのだ。